おはようございます。今私は、アンターティカに行くところですね。なのでウシュアイアというところにいます。アルゼンチンのウシュアイアでございます。アンターティカクルーズ、南極クルーズをするには、ここから出港するのが一般的でございます。というわけで、今回はこのウシュアイアクルーズというか南極クルーズについてご紹介いたします。ウシュアイアを出港して、一晩明けました。昨日の夜は結構揺れましたね。ただキャプテンによると、まだまだこんなもんじゃないとおっしゃっておりました。昨日は5メートルから6メートルの波で、夜はいろんなものが、落ちてというかちゃんとね、しまっておいたものもあったんですけれども、結構本当にドカンドカンみたいな時とかあって、寝れなかったりしたんですけれども、そこまで悪い方ではないそうです。今ね、お昼の12時なんですけれども、ちょうどドレークパッセージの真ん中あたりを、通過しています。今の気温は1度じゃなかった。今の気温は、6度で、海の、温度は1度だそうです。明日の朝にはアイスバーグが、見られるそうです。今のところはね、ただの海なので何もないんですが、何かあればアナウンスメントで教えてくれるそうです。今私たちはアルゼンチーナを下ってこのペニンシュラに行くちょうど真ん中を過ぎたあたりですね。波はとても静かでございます。ここがちょうどドレークパッセージと呼ばれるドレーク海峡ですね。最も荒れると言われているところでございますが、私たちはラッキーなことにここをある程度ね、越えました。明日の朝には、ここの、シャートランド、名前忘れちゃったなっていうところに着きます。Let's go, Eddie! Let's go! Let's Oh my god! Welcome to Antarctica, Eddie!すごいですね。初めてこんな景色見ました。もうね、本当に寒いです。このジャケットはちょっと彼のものというか会社のやつで彼が持ってるものを借りてるんですけど、非常に寒い。The surf is too high to do a safe landing, so instead we're going to be doing zone cruising this afternoon. We hope to get the first color group ready to go in 15 minutes time, the blue group at 3:45 and the yellow group at around 4 o'clock. We'll see you there. Thank you very much.
寒い。今ね現在午後10時です。午後10時、サンセットが見れる感じですね。ここの南極大陸はですね、最も高く、最も寒く、最も乾燥していて、最も風が強いところでございます。今私たちはサウスシャトーアイランドだったかなっていうところを出港したところでございます。でこの後、南極大陸のペニンシュラに行って、そこでペンギンとかを見たりしてね、するわけでございます。もうちょっと私たちクルーは出れるかわからないですけれども、それでもね楽しみでございます。皆さんにもね、ちょっとペンギンちゃんたちを見せれるようにと思っております。ちょこちょこね南極大陸の情報も入れていきますので、皆さんぜひステイチューン。もう今ねご飯食べてたんですよ、クルーメスで。でクルーメスにはねポートホールがあるんですけど、立ってみたらこんな大きなアイスの塊があって、急いで外に出てきました。美しすぎてね、もう言葉が出ませんっていうのはこういうことですね。素晴らしいです、アンターティカ。今日はペンギンを見ましたよ。皆さんも見ています。ペンギン目の前にいますよ。どこかって、あそこですよ。あそこ、この茶色い塊ペンギンでございます。こっちにちょこちょこいるし、ここにもいるし、山の上の方にもいますよ。遠いです。今回お客様がねすごく多いので、クルーはね出れません。もう一つの理由としてはアンターティカの、初めてのクルーズなのでね、状況を見てっていう感じですね。次のクルーズでペンギン見れたらいいなと思います。船が帰ってきました。南極大陸の面白い点についていくつかご紹介していきます。まず1つ目、南極大陸は世界の淡水のほとんどを保有しています。世界の淡水の 60% から 90% が南極の広大な氷床に閉じ込められています。南極の氷床は地球上で最大で、南極の山脈、谷、高原の信じられないほどの1万4000万 km を覆っています。これにより南極大陸の 1% だけが恒久的に氷結しなくなるそうです。
南極半島で私たちが訪れる多くの地域を含め、夏には氷がない地域もあります。最も深いところでは南極の氷は 4.5km の厚さです。これはエベレストの半分の高さだそうですよ。こちら全てが溶けた場合、世界の海面は約60メートルも上昇するそうです。